どうもコロッケくださいです。今回は鬼滅の刃からドーマの女体化フィギュアを作ります。皆さん、無限上編の映画は見に行かれましたでしょうか？僕はもちろん公開日に見に行って映画館で大号泣してましたけども。いや、ものすごい映画だった。普段、動画ではあんまりネタバレになることは言わないようにしてるんですが、今回はちょっとがっつり語らせてください。まず、無限上編は3部作になるという話で、どう3つに分けるのだろう、というのは公開前から色々考えていたんですが、想像よりも第1章がずっと濃くて、情緒が追いつかなかったです。まず、忍対ドーマ。次に、善逸対海学。そして、炭治郎。義勇対赤座。濃密すぎる。内容自体は漫画で何回も読んでいるので全部わかってはいるのですが、それでも終始泣いてました。UFO テーブルさんの作画は異次元だし、声優さんの演技もすごすぎました。声優さんの演技で言うと、最初の忍とドーマのところが印象的でした。宮野さんの演技がドーマのイメージとドンピシャで、一見好青年っぽい、優しい声色なんだけど、感情が見えないひょうひょうとした感じ。そして、速水さんの忍。忍さんって基本、ずっと穏やかな優しい口調で、速水さんっぽさを感じるというか、そういうイメージだったのですが、姉の仇であるドーマ相手には、怒りの感情むき出しで、演技も本気の熱を感じるものでした。ただ、個人的に一番頭に残っているのは、体が小さいから首を切れない、とドーマに言われた後の、姫島さんいいな、ってセリフです。忍は姉と共に姫島さんに助けられて、それがきっかけで鬼殺隊に入りましたが、体格に恵まれず、力が弱いから鬼の首を切れないという、相当苦悩してきたと思うんですよね。そんな中、想像もつかないほどの鍛錬で柱にまでなって、それでも、上限には通じないという現実。絞り出すような、姫島さんいいな。その時の忍の気持ちを思うと涙が出ます。そして、ボロボロの中渾身の突きを繰り出してもなお、上限には通用しない。そしてドーマに吸収されてしまう忍。ここ漫画で読んだ時からちょっと思ってたんですが、忍さんがドーマに吸収されるシーン、なんかちょっと、変な気持ちになりますよね。決していやらしい意味ではなく、ドキドキするというか、ちょっと興奮ベフン。さて、語っているうちに制作が進んでいますね。今回、ドーマの女体化ということで、久しぶりの鬼滅女体化シリーズです。鬼滅の女体化は過去にたくさん作りました。個人的には黒脂肪の女体化が特にお気に入りです。黒脂肪、ドーマときて、次は赤座かな、と思ってる視聴者の方もいるかもですが、赤座だけは女体化させたくない。実は鬼滅で一番好きなキャラが赤座で、白磁と小雪の間には変な手出しできないです。作るとしたら普通に2人を作りたいかなと。黒脂肪とかドーマは女体化 F が割と想像しやすいかなと思っていまして。黒脂肪はもう、おいたわしや姉上、というより一の姿が想像できますもんね。原作でも弟の強さに嫉妬をしていた黒脂肪がもし女だったら、原作よりも色々こじらせる気がします。自分が女だから弱い、男に生まれたかったとか。そんな感じで、原作以上においたわしくなりそう。ドーマの場合は、女を好んで食べるという設定があるので、逆に男を食い漁っているのかなとか、そのまま女を食べてるのもありかなとか。
こういう想像が膨らむのも女体化の醍醐味ですよね。そういうのでいくと、海学は女体化ありかなとかちょっと思ってますが、映画を2回見に行ったのもあり、鬼滅のフィギュア作りたい衝動が溢れてます。このキャラ作ってほしいとかあれば、ぜひコメントで教えてください。今回、生息についての解説を全くしてないですね。さすがにちょっと語りすぎました。語り出したら止まらないタイプのオタクですみません。まあたまにはがっつり語るこういう動画もいいんじゃないでしょうか。パーツが揃ったので組み立てます。原型完成です。塗装していきます。白サフを吹き、肌から塗っていきます。手もしっかりと塗ります。マスキングをして、手の模様を塗り分けます。マスキングを剥がします。続いて、上半身を塗ります。掛け部分、全体の順に。ここも手と同じくマスキングで模様を塗り分けます。スカートを塗っていきます。本当はスカートじゃなくてズボンなんですが、女体化アレンジです。このパーツ、1本じゃなくて左右で2本なんですよね。後から気づきました。なんとです。公式フィギュアではあまり付属しないパーツ。センスは模様部分、マスキング、金という順で塗ります。髪の毛は色が難しかったです。割と媒体によって色味がバラバラで、帽子は全体を黒で塗り、正面の縁を金色に。特徴的な眉毛。目はカラフルです。最後に土台を塗ります。忍戦の時のイメージです。やっと完成です。いつでも最大